はい、どうも、ゆうすけです。今回は日本人っていいえって言えないよねっていうことについて話していきたいと思います。はい。で、本題に入る前にどうですかこの部屋の感じ。ちょっと変わったの分かりますか？なんか今までの動画がちょっとなんか寂しかったから今回こんな感じでちょっとなんて言うんですかなんか目で見て楽しめるようにしてます。はい、ということは置いといて、早速ね本題に入っていくんですけど、その日本人はいいえって言えないんですよ。でもこれどういう意味かっていうと2つ意味があります。まず1つ目はそもそもいいえっていう言葉を使わない。だから他の単語を使ったり他の言い方をして断ったりする時もある。あとはそもそもまず断れない、どんな言い方をしようともそもそもまず断れないっていうケースもあります。なのでいろいろ深掘っていきたいと思います。はい。でまずですね、日本人はなぜいいえを言えないのかっていうところなんですけど、いいえってなんて言うんですか、ちょっと強く聞こえちゃうんですよ。で日本人はなぜこの強く聞こえちゃうのかっていうところなんですけど、日本人は関係性とか和、そういうのを重んじるっていう文化があります。なので相手の気分を悪くさせたりとか雰囲気を壊したりとか、そういうことをできるだけしたくないんですよね。だからただただいいえっていうだけかもしれないんですけど、それがもしかしたら雰囲気を壊してしまう可能性がある。なのでいいえを言わないっていうことがあります。はい。だからもしかしたら皆さん教科書とかなんかそういうのでいいえって書いてあるのを見たことがあると思うんですけど、注意してください。いいえって言わないし、言うともしかしたら相手の気持ちを悪くさせちゃうじゃないですけど、そういうのがある可能性があるのでいいえって言わないようにしましょう。はい。私自身いいえって言ったことないです。多分人生で。その元気っていう教科書を使って今日本語を教えてるんですね、海外の人に。皆さんももしよかったら興味があれば、概要欄の方のリンクから無料レッスンが予約できるのでお願いします。でそれで教えてるんですけど、元気っていう教科書を使ってて、でそこでいいえっていう言葉を、見てで読むじゃないですか。ブラ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 いいえって読んだら、この自分になんか違和感があったんですね。いいえって言った後にいいえいいえいいえって言うかなと思って、だから今こういう話をしています。でいろいろ調べるとですね、いいえって言わないんですよ、日本人は。はい。でここからが大事なところですね。じゃあどうやっていいえって言うの、どうやって断るのっていうところについて話していきたいと思います。はい。この時に使える言葉があります。それはちょっととかかもとかかなとか、そういう和らげる、文章とか言葉の意味を和らげるような、そういうのを使うといいんですね。例えば明日居酒屋に行こうって言われたら、いいえとかじゃなくて、ちょっといけないかもです、ちょっといけないかもです、ちょっととかもを使ってね言うと、遠回しに言う。で遠回しに言って相手に解釈してもらうんですよ。解釈、どういう意味なのかを相手に汲み取ってもらうんですね。で相手がこれは来ないなって、思わせるみたいな感じですね。これがよく日本語で見られるものかなというふうに思います。これがどうですかね。皆さんの国の文化によっては真逆かもしれないです。はい。ストレートに言う可能性もあれば、こうやってちょっとかもとか使う感じですね。ぜひ皆さんこの言い方を覚えてください。Introducing Kaitenji, a new app for learning Japanese.
Kaitenji has many great features that make learning Japanese fun, including vocabulary decks from the video you are watching right now. Please visit kaitenji.com and join our Discord. Links are in the description below. はい。で、いろんな意見があると思います。なんだよその言い方めんどくさいなって人もいれば、優しい言い方だなって思う人もいると思います。はい。で、これはなんでみんなの意見が違うのかっていうと、みんなの国の文化とか、みんながその国で育った経験によって価値観が違うんですね。で、日本の価値観はどういう価値観かというと、間接的に言うことが丁寧、誠実、そういう文化なんです。間接的ポライトネスって言うんですけど、逆に例で挙げられるのがオランダ語なんですね。オランダ語ってすごく直接的に言うんです。だから直接的ポライトネスって言われて、日本人からするとそんな直接的に言ったら悲しい怖いとかなるかもしれないんですが、オランダ人からすると直接的に言うこと、思ったことを素直に言うことが誠実さの、証明じゃないけど、そういう感じなんですね。誠実さ、丁寧さ。なのでそもそもその価値観が違うっていうのがあります。で、日本はこの間接的な方なんで、なので例えば日本の友達がいたりとか、日本で生活するとか、そういう時に自分が間接的に言ったりとか、もしかしたら相手が間接的に断ってきたりするかもしれないです。そういう時に、あ、これは断られてるんだなとか、そういう感じで思って、あ、分かった分かった、いけないならしょうがないねとか、そういう感じで言えると、すごい会話がスムーズになるのかなっていうふうに思います。で、ここで一つ有名なのがあるんですね。行けたら行くっていうのがあるんですよ。行けたら行く。これ、私もたまに使ったり、よく友達が言ってるのを聞くんですけど、行けたら行くっていうのは、英語に訳すと If I can go there, I will go とかそんな感じだと思うんですよ。だけどこれでも 80%、90% ぐらいがもう来ないんで、これ言ったらね。だから行けたら行くイコール行かないと思ってもいいぐらいだと思います。でもこれで来るパターンもあるので、だから分かんないですね。私自身行けたら行くって言って1回だけ行ったことがあるので、でもその時みんなは来たのとか、あれ来ない人が言う言葉でしょとか、そんな感じで言われたのを覚えてます。でもこれがいい例だと思います。日本人は断れないです。直接的に言えない。で、断れるけど間接的に断るっていうのを皆さん覚えててください。なんですが、たまにそもそもいいえって言えないっていう時があります。例えば上司とか自分より偉い人とか、そういう人にこれやっといてとかこれしてって言われた時に、意見言えないですね。これ結構どこの国もそうかなとは思うんですけど、日本人は特にその地位とかそういう権力とかに従うので、だから上の人が言うことにはちゃんと従うので、そもそもいいえを言わないっていうことがあります。だからいいえって言いたいけど、はいやりますとか分かりましたとか、そういう言い方をすることがあります。あとはみんなが行くから行くとか、そういう考え方もしますね。先ほど言ったように関係性とか和を重んじる、雰囲気とかを大切にするから、自分だけ行かなかったら空気が読めないのかなとか、自分だけが行かなかったら空気が読めない人になっちゃうかも、そう思われるかもってなっちゃうので、だから行ったりします。行きたくない場面でも。ちょっとややこしいですけど、はい。皆さんこれについてどう思いますか？私は日本で育ったので、この価値観っていうのが浸透しているんですけど、ニュージーランドに行った時ですね、ホストファミリーのお家に行った時に、そういう日本人みたいな感じで話した時に、そんな風に言わなくていいよ、もっと直接的に言っていいよ、
別にそれを悪いとも思ってないしとか、なんかそういう丁寧な感じでアドバイスされて、ああ確かに日本人らしさが出てたなっていうふうに思います。でその後は結構なんて言うんですか、はっきりさせるっていうのをちょっと大切にしながら行動してましたね。でもそのやっぱ十人十色で、別に日本に生まれたからといって直接的に言わない人がゼロ人なわけでもないので、むしろ私の友達でいいえよりも強い無理とかそういう言葉を使う人もいるので、だからまあこれは文化による捉え方かなって思いますね、とかその人による価値観かなっていうふうに思います。はい、どうでしたか皆さん。今回は私の価値観とかそういうのを含めてお話ししました。今回の動画がいいと思った方はチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。いろいろコメント書いて皆さんの国の価値観を教えてほしいなと思います。次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。